皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は最近完成した刺し子付近を紹介していこうかなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、早速もう最近完成したものがね、並んでいますので、これを一枚一枚こんな感じでしたと紹介していこうと思います。では、まずね、一枚一枚やっていきますので、ちょっとね、準備しますね。少々お待ちください。はい。違う付近まで。はい。では、向きいこうかな。はい。こちらはですね、最近本当に完成したばっかりのもので、前回の動画で完成した付近なので、まあ一応これもね、最近完成したものといえば、そうなので、念のためというか、持ってきました。で、なので、さらっとね、はい、こちらに関しては、代わり、レモンです。はい、このようにね、詳しくは、一つ前の動画を見ていただければと思います。こちらの、完成までの動画を、配信していますので、こちらの糸を使いまして。で、そうですね、糸もこうやって一緒に見ていただきますけれども、何かね、この糸の情報がわかるようなリンクは概要欄なり、ブログなり、リンクしておきます。他の糸に関しても同じようにやっておきます。はい、こちらの糸で、差し越しますと、で、変わりライモンのね、銀を差し越しますと、このような感じになりまして、裏も表も、あの、どっちなんだか私にももうすでにわかりません。どっちだろう。ちょっと見てみますね。どうだろうな。少々お待ちくださいね。これはわからない。これはダメだ。私ももうわかりませんね。あの、なのでどっちでもいいと思います。はい。まあ、もう一声もうちょっと細かくしても、あ、これ裏かも。あ、こっちが表かもしれない。裏と表って結局、基本表をこうね、見てね、こっちをこう差し越していくので、なんかこっちの方がね、見慣れてる感じがありますね。こっちの針目は見慣れてない感じがある。だから私、あれですね。裏の方を長めに刺してるかも。あの、ポイントをね、この付近2つ差し子するときに気をつけるポイントなんて言って、前回の動画でもね、話しているんですね。針目をなるべく自分なりのね、基準の中では細かくして、そして直線と角のメリハリをつけるという2点をね、気をつけて刺したんですけど、こうね、じっとこう針目を見るとね、あ、まだまだ細かくできるんじゃないかみたいな風にもちょっとね、思ったりします。はい。まあまあ、このあたりはね、また、まあこういう感じの模様は私、基本好きなので、これ刺したらなんかね、鞘型もまた刺したいなって思ったりもしてくるので、そしたら、ね、これよりももうちょっと細く刺せるんじゃないかみたいなことをちょっと思ったりもしました。はい。まず、変わりライモンの付近になります。では、次。ちょっと順番はもういろいろということで、これは全然、動画内では何も言っていなくて、ただただ私が淡々と進めていたっていう感じの、尻尾つなぎですね。
はい、こちらの糸で刺し子しています。2色ですね。ライトグレーと、ちょっとこう青というかくすんだ青かなっていう色で刺し子してみました。で、この2色で刺し子すると、このような感じになります。もうね、こちらのね、尻尾つなぎは私何度も刺し子してきているので、まずこれ、ライトグレーの直線のところを一通りやるんですね。一通りやって、で、その後に、曲線の部分をやっていくっていう風に私やってまして、まあなんでそういう風な順番にするかっていうと、ここの糸の重なりですよね。ここの裏の、特に裏の交点の重なりが、ライトグレーでまず差し越して、その後に曲線をするので、まあ曲線はこちらの糸になるので、これでこう、なんて言うんでしょうか、この覆いかぶさるというかですね、この点の交わる部分は青い部分が見えるようにとか、そのね、どういう順番の重なりによってここのね、糸の見え方変わってきますので、その辺を、とにかくまずはライトグレーで刺して、で、最後に曲線で刺して、みたいな風にするのが私の好みなので、こういう風に刺し子してます。もうこれはね、何度も刺し子しているので、もう糸の長さとかももう把握してるんですよね。直線の部分は何センチ何本、そして、曲線の部分は何センチ何本っていうのも、もう、前に私、ノートね、刺し子用のノートを紹介したことあるんですけれども、そういうのにもう書いていて、尻尾つなぎの時は何センチで何本って。だからもうそれにのっとって、あらかじめ切っておいて、透明のチャック袋に入れておいて、で、それをこう一本ずつ使っていって、で、それがなくなったら、これも完成するっていう感じですね。そういうのがやりやすい模様とやりにくい模様っていうのがありまして、この尻尾つなぎだと、やりやすい模様ではあるんですよね。それで、刺し子してみました。だいぶこれは私の中では刺してきたので、定着している。もうこういう感じで刺そうっていうのを分かった上で刺し子しているので、もうただただ楽しく、とにかくね、こういう組み合わせを変えてみることによって、どういう風な雰囲気になるのかなっていうのをちょっとね、見たいなと思って作ってみました。はい。こちらが尻尾つなぎになります。では次。次は、はい、こちらになります。はい、ホビーラホビーレさんのクラッカーですね、こちらは。で、こちらの、これもね、ホビーラホビーレさんの糸になりますね。はい、こちらの糸で刺し子しますと、このように完成いたしました。あ、ちょっとお待ちください。糸端をね、切ったはずですが、今ちょっと、これ切ってないっていう部分をね、2箇所見つけましたので、少々お待ちください。はい。またね、見つけたら切っていきますね。まあまあ一旦大丈夫かなと思いますので、まずね、全体的に見ていただきますと、このような感じになっています。で、こちらの模様は、ライブ配信でもうひたすら作っていました。ライブ配信でね、いつぐらいに作ってたかというと、完成したのが、ちょっと少々お待ちください。ライブ配信の最後に、こういう感じで、進捗をね、私見開き、この時はね、見開き1ヶ月っていう感じでつけてたんですけど、今はもうこっちにね、これで1ヶ月っていう感じでやってるんですけど、差し越した時、ライブ配信した時、丸印つけていってるんで、もうこれでですね、10月の27に、差し終わったっていうのがこれを見るとね、わかるので。で、10月は27、もう、だいたい1ヶ月くらいも経ってしまうんですね。はい。とにかく、ライブ配信の時に、だけ
ですね。ここの差し子を刺すのはライブ配信の時だけ差し子していて、で、刺し終わったのが、10月27。そして、その後に周りを、刺し終わっただけでは完成しないんですよね。まだその時はこう周りにしつけがかけてあって、仕立ての方法によるんですけど、ホビラホビレさんの場合は、ここのね、ここがまだ空いていたので、その時はね、ここをこの字閉じにするわけですよ。それでこう、縫っていくっていう、それは私の宿題にさせていただいてまして、こう、ここを閉じていき、で、しつけを外し、一旦洗って、アイロンかけて整えて、で、糸端を切っていてみたいな感じでね、やっていって、完成で、ようやっと完成しましたのご紹介をですね、11月ももう後半に入ってますが、やっています。なので、ひたすらライブ配信の時に試行錯誤しながら、試行錯誤というか、大丈夫かなこれでみたいな感じですね。それで刺していた。大丈夫かなっていうのは、表から見る分にはもう印刷されてるので、もちろんその通りやればいいだけの話なんですけど、こういうので初めての時って迷うのって、やっぱり裏なんですよね。裏のこの端っこをどこまで、糸が見えるように刺すかと、あと、ここではね、特にやっぱ難しかったの。このね、交点。こっちは別にいいんですよ。模様、印刷された通りやるから。ここですね。ここのね、ここで、こういうところ。ここがどういう風に出てくるかっていうのがやっぱわかんないんですよね。今は糸が通ってるので、あ、こういう風に糸交わるんだっていうのはわかるんですけど、うん、こっちはね、印刷されてる通りにもちろん出るわけで、でもこっちってわかんないんですよね。で、それがどういう風に出るんだろうみたいなのがあって、で、やっとこういう風に出てきて、今感じるのは、やっぱ難しかったのが、ここの交点ね。結果として難しかったなって思って。で、これでもないんだな。これだ。こういう風にね、できればこういう風に私刺したかったです。タラレバロを今言ってるんですけど、ここ。これ。で、違う。こっちとかも、これも多少ちょっと違う。あと、もっと、こっちも、これもちょっとね、ちょっと違う。これもちょっと違う。これもちょっと違う。いや、何が違うかっていうと、これくらいかな、いいのは。何に注目するかっていうと、斜めではなくて、このね、まっすぐな、縦のライン。この二重になってるんですよね。この縦がまっすぐなのと、こっちの横が二重になってるんですよね、ここね。で、あと斜めがこう交わってるんですけど、この交わりが、どうこの二重線にかかってくるかなんですよ。で、どこからこの斜めの糸が出るかによって、このまっすぐなこの二重線の出方が、これはいいんですよ。まっすぐいってる。だけど、これ、わかります？ここのまっすぐに行ってるところの左側。これがね、擦れちゃってるんですよね。この斜めが。こういう風になるんだっていうのが後から分かって。だからこれはたまたま偶然うまくいったパターンなんですよね。こっちは縦と横がまっすぐに来てますね。まっすぐになっている。こっちは歪むんですよ。斜めの糸がどこから出てくるかによって、ちょっと影響されて、極端に言うとこういう風に歪んじゃってるっていうことなんですよね。これなんかもそうですよね。逆に大きくなっちゃってるんですよね。こう広がっちゃう感じになって。ここは、その縦の糸の途中から斜めが出てるとかね。で、そういうのって、差し越してる最中ってわかんなくて、後からこうやってじっくり裏の張り目を見たときに、ここ斜めがこういう風にかかっちゃうから、こことかもね、わかりやすいですよね。この
横のこの線がこう極端に言うと歪むんだなっていう、斜めの糸の入り方によって引っ張られちゃうから。で、これを私はどういう風に出したいかって思った時にまっすぐ出したいなと思ったわけですよ。でもまあ、それ途中で気づいたけれども、もう気づいた時にはもうだいぶ刺し子進んでるので、それは致し方ないんですけど、だから、まあこういう風に縦と横をまっすぐ出すんだったらを考えると、斜めを先に刺した方が良かったのかなっていう風に思いました。斜めのこのね、かかるところ先に刺しちゃった方が、要するにこれって、私縦と横を優先に刺し子をしたんですよね。で、この斜めは、後から、来るようになっている。で、縦と横を優先するのは、糸こきするときに縦と横のラインの方がやりやすいからですよね。できるだけ縦と横をやって、ちょっとこうなんか布を落ち着かせるみたいな感じですかね。で、その後にそこの落ち着いたところに斜めのラインを入れて、で、まあ、加減を気をつけながら糸こきをしてみたいな。まあ、ざっくり言えばですよ。私ちょっとこれは、必ずしも縦だけ、横だけでやってから斜めに入ったわけではないので、厳密にはそうではないんですけれども、どっちを行くかって優先を考えたときに私は縦と横をなるべく優先に差し越したんですよね。斜めももちろん途中で入ってくるんですけど、なので、もう基本は縦と横が差し終わった段階でこの斜めが入ってくるから、斜めのこの入り方によってこう引っ張られちゃうから歪むんですよね。この縦と横が。これなんかまだいい方ですね。縦と横にかかってない。この辺は偶然なんですよね。それをどこまで気にかけるか、どういう風な仕上がりを目指したいかっていうのはもちろん人それぞれなので、私は、まあ、これですね。これが一番いい感じかな。縦と横がこうピッピッってこう2本綺麗になって、その上で斜めに入ることによって縦と横が歪まないっていうね。っていう。えっ、と、これで書いてみると、こうあって、こうなると。これがまっすぐ出たらいいなと。だけど、こう走った上で、その後にここに斜めに来るときに、どこから針が出るか。例えば、ここからこう出て、こういう風に、ここからね、出るんだったら、こことここは、あとここね、外側ですよね。縦と。で、こういう風にピーっと行くんだったら、こことここには影響しないんですよね。でも、例えば、この斜めの入り方、このあたり。たまたまこのあたりから針が出て、こういう風に出たときに、これが、色変えますか。極端に言うと、こうまっすぐ行ってるのを、こう、なんて言うんですかね。うまく書けない。こういう風に歪むっていうか、ここがね。本当はこう影響されずにまっすぐ行きたいけど、ちょっとこのね、内側から出て、こっち側にね、こう引っ張られちゃうことによって、ここが、こう外側に糸が引っ張られてしまう。っていうのがあるんだなっていうのが、
刺していく最中で、だんだんこういうとこが見えてきたときに、ああ、ここ引っ張られちゃうんだっていうのを気づくんですよね。っていう、それによってここが歪む、どうせだったら歪まないで頑張りたいっていうことですね。なので、こう置いて、こう置いて、あ、違う。まあ、ちょっと書かないと分かんなかったから今、順番縦からやっちゃったんですけど、こういうことですね。全部ここのね、外側に、まあ、ここはちゃんとこう接してるような感じで、こういうね、ここがね、ぶつからないように、ちゃんと外から針が出ていってくれるんだったら、ここはこうピーッとまっすぐになる。ですよね。こういう風になるといいなって。でもここの、こっちとかもね、例えば、この裏側から、内側からこうなんかこういう風になっちゃった時に、ここが、例えばこう、まっすぐ行ってるのがちょっとこういう感じね。こういう風になってしまったりとか。例えばですけどね。ここがね、この斜めの入り方によってこういう風に影響を受けてこう広がっちゃうと、もったいないなっていう風に思うので、まあ、次差し子するなら、こういう風な感じになるといいなとは思いました。だからそのために刺し順を斜めを先に通っちゃって、そうですね。その後にこういう風に縦と横を通せばよかったのかなと、ここだけを見ればそう思うんですよ。ここの、こういうところをね、見ると、ここだけを見るとそう思うので、なので、次差し子する、クラッカーを差し子するんだったら、ちょっとここを意識するために、順番を斜めをここは先にやろうかなと。まあ、それでちょっと実験をしたい感じはありますね。で、斜めを先に差し越して、で、その後にこの縦を差し越することによって、でも多分ここはうまく出てくるとは思うんだけれども、そうやって順番を変えることによって、今度ね、他に何か影響が出てくる可能性もあるわけですよ。あ、斜めから行っちゃうと、ここのとこがこうなっちゃうんだなって思うとこが出てくるかもしれない。でも出てこないかもしれない。それはやってみないとわからないっていうことですね。で、その斜めからやっても、また、だから多分糸こきの加減がちょっと難しくなるかな。縦と横を優先、まだ刺してないうちに斜めからやっちゃうから、この全体的な歪み感とかがどうかなとか、そういうところはね、より気にかけながらやると。でもそれによってここのとこがうまく出るんだったら、それはそれで。で、それがどっちがいいかっていうのをちょっとね、比べてみたいですね。だからこれね、糸変えてまた、これはYouTube の動画にするとかっていう意味ではなくて、またここをうまく出せるか、ここをうまくこう全部こう、うまく、これ裏なんですけどね。裏なんですけど。でもそこも含めて、綺麗に、この交わる、糸がね、交わるところが出せるかっていうのを実験したいな。で、それを回数重ねることで、このね、糸の接点ですよね。この裏のね、接点。ちょっとね、この辺りのクロスするとかは別にいいんですよ。これでいいんですよ。ここはそんなに。ここなんですよ。やっぱ問題は、ここのところは、こう、接点がこうね、こういうところね、こう、ピシッとこう、綺麗にね、どれだけ、この、いい塩梅に、こう、接点がちゃんとこう、あれですよ。こういう風に交わるかですね。だからこうなっちゃうと、ちょっと隙間が空いちゃうから、こういう風に。っていう。これをね、練習を積み重ねることによって、なんかこう、私も、なんかコツをつかみたいですね。はい。
なので、ここのまずクロスですね。クロスのこの糸が、突っ張ってこう引っ張られないように次やるときはやってみたい。っていうのと、それと同時に、ここの接点ですね。ここをもっと綺麗に出してみたい。っていうことを、なんかまた同じ模様をね、差し越して、練習、勉強したいなというふうに思いました。はい。でももちろんやっぱ模様としては本当これ可愛いなってさしてて思いました。楽しい。うん。表もいい感じだし、裏もね、可愛く出るんだな、これっていう。はい。なので、まあさっき言ったようなポイントを気にかけつつ、また差し越してみたいなと思いました。はい、次。最後、こちらですね。はい。これは、ただ練習したかっただけです、私が。ひたすら練習をしたかっただけです。あれ糸、ちょっと待ってください。糸これだ。これだけね、この糸を、とにかくね、ライトグレーで差し越したかったっていうだけです。ライトグレーの細めの糸で。でも家庭糸なんですけどね。でもまあこれで差し越するとどんな感じになるかなっていうのを、試してみたかったっていうことでやってみました。で、結果これで差し越するとこのような感じになります。で、これが、やっぱまだまだ私、なんか、まだつかめてないなっていう難しい、つかみどころがないなっていう、収録動画の方で赤い糸で一旦これやったんですよ。で、それは一通りもう見ていただいて、あれ収録動画じゃないっけあれライブ配信いや、とにかくやってます。とにかく、どこかでやってるんですよ。すごいど忘れしてしまった。どっちだかと忘れてしまいましたが、とにかく、一通り完成するところまでは、これ赤い糸の方でやってるんですよ。で、もうやってるんですけど、それが終わった後に、いや、なんかまだ掴みきれてない、もう一回差し越したいなって思って、糸を変えて差し越して完成したんだけども、まだ掴めてない。ああ、そっか、こここうすればいい感じに行くんだなとか、なんかね、そこまでも全然いけてない。ただただなんか必死に私、このプリン、これ、ホビーレさんのもう印刷されてるものをやったんですけど、ただただそれに沿って、や、やってるだけってそれはそれでいいんですけど、なんかね、つかめてないな。今、完成はしてるんですけど、まだこの模様と私仲良くなりきれてないなっていう、まだまだちょっと、なんだろうな。掴みきれるまでには、まだまだ時間はかかるなっていう感じですね。ちょっと、もうちょっと開けてまた練習してみます。これは。でもこう、やっぱりね、達成感があっていいんですよね。このね、模様ね。まあ、朝の葉ってやっぱりいいなっていうのを改めて感じつつ、でもこの人目指しの方のね、朝の葉なので、それはやっぱ難しい。全然、全然、もう何年も先の話ですけど、まあ、いつかは方眼線からこれが、なんか、できたらいいですね。他人事のようにできたらいいですねって、やりたいですじゃなくて、できたらいいですねっていう、なんかまだ全然遠いです。いや、これは、やりがいがあるなと思いつつ、なんかまだ仲良くなれてないですね、私。まだまだこの他人行儀な感じです。刺してはいるんですけどね。刺していて完成はしてるんですけど、なんかつかめた感じが全然ないな。まだまだ練習必要だななんて思いながら。でも完成できてよかったです。満足です。
ということで、以上4枚ですね。今回完成した。最近ですね。最近完成。あ、これね、いつからやってたのかな。こちらは、8月。8月18からやってたみたいですね、これね。これが8月18からやっていて、これも8月からだったかなあんまりちゃんと分かってないけれども。はい。これでしょ。そして、この尻尾をつなぎは10月21からやってたみたいです。そして、この、変わりライモンね。10月26からやってたのかなこれは。はい。これがね、一番最近、完成した。はい。今日はね、このように4枚完成しましたので、そちらの、なんか刺してみての、こんな感じだったっていう感想と、報告ですね。報告をいたしました。で、次回予告になります。次回は、また模様ですね。決めてやると。結論言います。代わり毘沙門亀甲をやろうと思います。どの本に載ってるのってなると、ちょっと探したんですけど、こちらの2冊に載ってますね。あ、代わり毘沙門亀甲ってね、どの模様かっていうと、これ、表紙に載ってました。これです。これです。で、それが、これに載ってるし、あと、こちらにも載ってるんですが、ただしかしこれですね、私何年か前に買ってるものなので、今このチクチク楽しむ刺し子の可愛い花付近。これね、新装版になってるんですよ。今年新たに発売されて、表紙がね、変わってるんですよ。なんかこう包んでるような表紙になっていて、色の雰囲気はね、こんな感じ、このような、確かに感じなんですけど、あれが違っ、この付近がね、平置きじゃなくて、こう包んでるような写真に変わっていますので、それだけお気をつけください。私は何年も前に買った前のバージョンのが持ってるので、こちらの表紙になっています。なので、一応概要欄にリンクも貼っておきますけれども、そちらをタップして飛んでいただくと、ここのね、あれが違っておりますので、はい。一応それだけが注意点になります。で、こちらにも、この、両方にね、代わり、毘沙門亀甲、さっき言ったように、これです、これ。これのが載っております。で、私、いずれ、差し子しようと思ってたんですよ。あ、ちょっとなんか光ってしまうな。光ってしまうな。代わり毘沙門亀甲で、実は、私、そう、差し子してない模様差しを選びますなんて言ってて、これ刺したことがあるんですよ、実は。でも、3分割にして、この1枚の正方形を斜め3分割にして、そのうちの一つの模様としてこれが入ってたっていうだけで、これの模様で1枚全部をね、差し切ったことはないんですよね。で、まあ、なんでこの模様ね、やろうと思ったかというと、ちょっとね、理由があるので、ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。これなんですよ。これ何っていうのは、ボールペンの3本セットが入ってるもので、これ、1年前とかかもしれない。全然最近発売されたものではなくて、前に発売されたものなんですけど、ボールペンで、ちょっと中身抜いちゃってるので、今これ箱しかないんですけど、中身どういうのかっていうと、色違いますけど、こういう感じで、これね、今ちょっと手元にあったやつ持ってきたので、中身と、これのね、色違うんですけど、こういう風に3本、このユニボール1っていうボールペンがこう入ってるんですよ。入ってて、で、色は、
こうか。紫とベージュ、あとピンクっぽい色、ビワ、あ、全部違う。あ、全部違う。これ持ってきたやつ全部違う。すいません。これ、これ全部違ってた。全部違ってて申し訳ないんですけど、まあちょっと雰囲気がね、わかるように。で、これを売ってるのね、見たときに、パッと見たときに、あれこれ刺し子で刺せるよねって単純に思ってたんですよ、これ。これ。あ、できるんじゃないって思って刺したいと思ってて、まあそれでこれ撮ってたんですよ。いつかこれ完成したら、あ、これ、こういう風に刺し子したんですって、やってみようって思って、それを持ってもう、何ヶ月、年単位経ったかな。すいません、今ちょっと猫が猫様が来たんですけど、このまま進めますが。はい。ということで、ずっと思ってたんですよ。これを刺し子付近で再現したいと。で、さっきも言ったように3分割では刺したことはあるけれども、1枚でね、付近として刺したことがないので、やってみたいっていう思いがずっとあって、いつかやろうと思っていて、まあそれがたまたま、あ、そろそろやってみようかなって思ったっていうことです。なので、次回の動画からこれのね、模様をやっていこうと思います。それが、こちらのね、本にちょっと、私がちょっと持っている本の中で、どれね、この模様のが書いてあるかなって思った時に、ここのね、2冊にはありましたっていうことで、これをね、持ってきました。他の本にももしかしたら、私持ってない本ももちろんあるので、載ってるのあるかもしれません。はい。なので、次回からちょっと挑戦ですね。はい。また、ちょっとすいません。尻尾が映ってしまったんですけど。はい。失礼しました。はい。はい。あの、尻尾が、すいません。ちょっと乱入してきた。乱入あれだったんですよ。あの、基本寝てるんですよ。寝てるから入ってこないはずなんですけど、たまたま起きちゃって、入ってきちゃったので、ちょっとね、ちょっと乱入してきて失礼しました。はい。はい。失礼、こう飛ぶだけですみません。はい。はい。失礼いたしました。はい。じゃあ気を取り直してですね。そういう理由があって、この模様をちょっと私なりにいつかやりたいと、挑戦したいと思っていて、それをたまたま、まあタイミングというかね、ふと思い出したんですよ。これを撮ってていつかやるぞと思って撮っていたけど、やってないなって思って、で、まあそろそろやってみようかなと思ったということで、挑戦してみようかなと、この模様ですね。なので、多分、これに似たような、紫の糸私持っていたような気がするので、ちょっと探しておきます。なるべくこの色に近い色でやってみようと思っています。それまで、あと、この中身のボールペン探しておきます。もういろんなとこにこう、なんかね、これすごい、ほら、色がね、たくさんあるから、だから私こういう風にね、手ぶらで貼ったりしてるんですよ。わかんなくなっちゃうから、こういう風に貼ってるんですけど、ちょっとすぐ手元にね、なくて出てこなかったので、どっかに多分あると思うんで、この模様に入った時はちょっと探しておきますね。はい。ということで、ちょっと、最後の最後に猫様がこう、急激に乱入してきたので、私も若干動揺しながらですね、動揺しながらはい。尻尾がね、長くて、すいません。はい。若干動揺しながら、膝の上の猫様をちょっとトントンしながらね、なんとか動画を撮りました。はい。すごい邪魔されてる。はい。
ちょっと落ち着きますね。すみません。じゃあ次回からまだね、こちらの模様を挑戦してやっていこうと思っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。